小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。プリンツオイゲンを作る、第6話。皆さんこんにちは。小松です。前回はプリンツ、オイゲンの胴体制作を進めましたが、今回は手法と監修の制作を進めていきます。第1話で制作した手法をさらにディテールアップしていきます。今になってみると開けた穴の位置がずれたり均等になっていないので、すべてパテで埋めてしまうことにしました。パテが硬化したらヤスリだけ。観測窓のモールドも削り落としてしまうことにしました。砲塔側面にあるポールはまずフライス板で穴を開けて位置を出しておきます。ポール板と違いテーブルが水平移動できるので便利。穴を開けました。穴を開けた上でモールドを削り落とすことで、穴が残るので元々モールドがあった場所がわかります。表面のモールドを全て削り落としたので柵付き。柵を拭いた後、表面処理が不十分なところは再度パテで補修します。補修完了。補修が完了したら、両のモールドを作っていきます。まずは金弱で位置を毛書き。本体にも使用したネイル用の金属パーツを使い、秒に見立てて貼り付けていきます。すべての砲塔にネイル用金属パーツを貼り付けました。次は先ほどフライスで穴を開けたポールを作ります。まずは真鍮棒を適当な長さに切り、断面を棒やすりで平面にして差し込みます。そこに感染用金属引き物パーツを取り付け、実感用のボラードをつけてみました。砲塔側面のラッタルは汎用の窓枠エッチングを使います。砲塔正面の観測窓も同様に窓枠を有用。シャッター部分はちょうど良いサイズの弾薬箱エッチングパーツをカットして貼り付けました。最後に金属方針を取り付ければ方針の改造、完了です。柵を拭くとこんな感じ。砲塔がシャープに仕上がりました。監視パーツは筋彫りを彫り直し、カットしておきます。の部分は噛み合わせを強調するため、タガネで一段落として立体感を出すことにしました。もう片側の監視も同様にディテールアップを施します。
穴モールドは U ターで開け直し。金属ピンを差し込んでディテールアップ。砲塔が乗る台座部分をディテールアップしていきます。円柱形状のパーツは U ターに取り付けて簡易旋盤のようにヤスリがけ。前回の表面処理がまだ甘いところがあったので削り直して面を出しておきます。円柱パーツの筋彫りが均一な幅になっていないのでパテで埋め直し。硬化したら U ターに取り付けてまずは表面をヤスリがけ。表面をきれいにしたらタガネを当てて均一な幅の筋を彫ります。次は艦首側面についているパーツ。円形の平面部分はエッチングの基準座を使ってディテールアップをしてみました。少しサイズが合わない部分はエッチングハサミと棒ヤスリを使って調整します。ここにドーリベットを差し込んでディテールアップ完成。2番砲塔の台座も傷などの表面をパテで補修しておきました。甲板はモールドが彫られているのですが、せっかくなので本物の木を使い、木甲板にします。今回使うのは木のシートという商品。薄い木の板がシール状になっています。これをレーザーカットして、木甲板を作りました。木甲板の部分に貼るだけで OK。ただしマスキングが大変になるので、貼るのは塗装が終わってからにします。艦首と四方パーツが出来上がったので、組み立てを行います。かなりパーツ数が多く、重量もあるので、すべて真鍮で軸打ちをして強度を確保。砲と艦首が組み上がりました。次回は胴体と繋がる関節部分を作っていきます。では今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。まずは広告感謝コーナーから。黒助様、エマ様、ゲスト様、クラ様、ピースウォーカー02様、テイ様、カエル様、ネコトラ様、ノギソノコ様、ユエニ様、リュウノキバ様、サクラ様、オーヤギ様、アゼリア様、レナエクレイル様、ヘビーゲージ様、タコス様。いつもありがとうございます。引き続き、ニコニコ動画のコメント返しコーナー。うぽつ、うぽぽ、うぽつです。うぽつなのです。うぽつなのです。おつでした。いつもありがとうございます。
小松さんの作る模型はいろいろ見てますけど毎回丁寧で見てて憧れます。本当にウプ主の模型制作は丁寧で、見ていてとても気持ちいいです。ありがとうございます。高評価ありがたや。あんまり小松を甘やかしちゃダメだぞ。いいじゃん、褒めて伸びる子、それが小松。もっと質問してもいいんやで。いいんやで。よかったら腰つべの方はチャンネル登録、ニコニコ動画の方はフォローお願いします。登録を慎重に。そんなこと言ったら登録してくれないじゃん。小松の最新制作状況や作品展示情報などは、小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は、親のツイッターを見てね。